皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。なのかな、建築情報学会ミートアップボリューム4開催したいと思います。はーい。だいぶ久しぶりに開催することができました。4回目。4回目です。前で、本回はいつだ日、っけ。前回はいつだっけ前回前回ガチビですね、ムで、そう、ガチそうビムっていですね。うテーマでやってたんですが、今回レッはなツゴー。んと話メタ題のバースというね、めっちゃ被ってる。大丈夫かな大丈夫だと思います。ちょっと浮かれちゃってるんですけど、始めていきたいと思います。はい。はい、そんな感じで、前回から引き続きですね、MC 我々2人でやっていきます。私が、積み木制作とですね、ユニティの、エヴァンジェリストみたいなロールで、建築情報学会のですね、交流委員会の委員にこの度なっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。夏木瑠璃です。建築情報学会の事務局としてですね、いろんな裏方作業とかですね、やっておりますが、私もちょっと交流委員会とかのお手伝いをしておりまして、そのつながりで、MC に借り出されているという、なんて言うんでしょう。表に出る事務局と言われている人間です。はい。よろしくお願いいたします。二つなんじゃない。お願いします。でです12ね、巻たっぷり。今回ですね、配信担当していただいているのが、すだれテクノロジーズ株式会社の、田野喜一郎さんです。こちらも、建築情報学会の交流委員会のメンバーになります。はい。ずっとね、こう、ボリューム1、2、3で、今回4とずっと裏方でやっていただいてて、大変助かっている形となっております。ありがとうございます。あと、配信の裏方にはですね、建築情報学会の、理事でもあります、伊藤武先さんと呼んでいいのかな、武先さんもいらっしゃいます。今日もいらっしゃいはい。ますが、はい、そのメンバーで、お送りさせていただきます。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。でですね、毎度のことながらなんですが、情報発信、積極的にやっていけたらいいかなと思っております。で、ハッシュタグ、建築情報学会でですね、Twitter、あとは、ディスコードの中でもいいですし、皆さんいろいろコメントを書いていただけたらいいかなと思います。で、YouTube のコメントもですね、チャットの方もたくさん書いてください。で、ツイッター等にですね、ハッシュタグ付きで投稿いただけると、トゥゲザーとかで、まとめてたりするので、ぜひぜひ、盛り上げていければいいかなと思います。はい。で、今回、終了が21時を予定しているんですが、その後ですね、ディスコードの方で懇親会もありますので、学会員じゃない方々も、参加できるような、オープンな、場所になってますので、ぜひ、これを機に、参加してみたいかなっていう方がいれば、ぜひ、初めてこう、入ってみて、ちょっと声をかけてもらったりとか、喋ったりとかしてみてはいかがでしょうかというところでございます。はい。では夏木さん今日の大丈夫ですか大丈夫です。すいません。ちょっと裏でですね、今ツイッターの方とかの、ありがとうご告知ざいます。をしておりましてですね。はい。ぜひ皆さん、ハッシュタグをつけて、コメント等いただければなと思います。話題のメタバースなのでね、たくさんコメントいただけるといいなと思います。今日のタイムテーブルを、はい。じゃあ、これも伊勢さんからでいいですか？大丈夫ですよ。はい。本日ですね、今、前説やっていますが、この後、7時10分頃から、マンションカンナーさん、そしてメインセッション2にディスコントさんが、登壇いただきます。でですね、今回メタバースということで、LT の方々もですね、割とこう、バーチャルに寄った方々が、来ていただいていますので、そちらもぜひこう楽しみに待っていただければいいかなと思っております。で、前説なんですが、メインセッションに入る前にですね、ちょっと2点ほど、建築情報学会から、お知らせがありますので、そちらをまず聞いてください。はい。私からのこかな。ちらもですか？はい。会員限定のですね、スクラップボックスでオンラインプロフィールというものを、交流委員会の方で、設定しています。こちら、学会員同士のですね、スキルとか興味分野、どういうところをやってるかみたいなところをですね、可視化して、つなげていくっていう風な形で、皆さんにプロフィールを入力していただいてます。こちらの、参加 URL はですね、会員の
マイページから、登録することができるので、そちらをご覧ください。はい。ぜひぜひ、はい。たくさん書いて、コンタクトしてみてください。はい。そして、次にですね、建築情報ジョブフェア2021ということでですね、12月23日の木曜日、17時半から終了は20時までを予定しているんですけれども、オンラインで学生を対象にですね、実際に働いている方、企業の方をお呼びして、建築情報学学んだ先にどういうふうなスキル、なんでしょう、キャリアパスがあるのかとかですね、就職につながるようなイベントを開催しようと思っています。こちら新たな取り組みになるんですけれども、右側の QR コードがあると思うんですけれど、これ詳細はこちらというところの URL と同じになっているので、ぜひ、ご参照の上ですね、参加を登録していただければなと思います。またこちら、学生のみならず、大学で教鞭を取っていらっしゃる教員の方々にもオブザーバーとしてご参加いただけます。で、まだ参助会員になっていらっしゃらない企業の方もですね、お問い合わせいただければと思いますので、ぜひぜひ、こちらイベントをね、チェックしていただければなと思います。はい。ちょっとね、話を聞いてみたいっていう学生もね、気軽に参加してみてもらえればいいかなと。はい。思います。はい。で、こちらも学生向けになるんですが、来年の2月26日ですね。これ午後1杯をちょっと予定してはいるんですけれども、これは学術委員会の方で建築情報学生レビューということで、卒業研究とか設計とかですね、修士論文設計とか、大学院での研究と設計などに関してですね、学生の発表会、研究発表会を開催することになっています。で、こちらに関しては、エントリーこちらっていうふうに今下に URL 出てるんですけれども、こちらも右側にちょっと QR コードを置いたので、どちらでも、エントリーいただくことができます。で、この発表会ではですね、優秀発表賞っていうのを選出したりだとか、結構、なんでしょうね、学会での論文発表の機会っていうのがなかなかなかったりすると思うので、こちらで、建築情報学に関する研究をですね、ぜひぜひ発表していただければなと思います。はい。審査員もね、すごく、会長と副会長がね、出てますので、そうですね。この他にもね、何名かいらっしゃるので、ぜひこの建築情報学とはみたいな部分から、学生の視点で切り込んでいただければいいかなと思っております。はい。ぜひぜひご参加お願いいたします。はい。告知は以上かな？以上かな？はい。ではですね、セッション1の方に、メインセッションの方に移らさせていただきたいと思います。番長さん、大丈夫でしょうか？カメラオンにしていただいて。大丈夫です。じゃあ早速ですね。早速あれですね。人間、生身じゃない方にご登壇いただく感じになると思います。はい。それでは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、見えてますか？見えてますね。はい、見えてます。はい。今日は番長環奈と申します。今日はアーキテクチャアフターメタバースということで、ちょっとよくわかんない話をいっぱいしたいと思います。かなり建築寄りの内容になるんですけども、ちょっと30分不思議な話にお付き合いいただければと思います。はい、私ですね、イディオモーフという、ものの代表と、あと最近ですね、アンバーっていうVR、クリエイティブスタジオの CXO っていうのをやっております。早速なんですけど、メタバースってなんだっていうことで、今例えばググったら、なんかいろいろ出てくるんですね。いろいろ出てくるんですけど、正直、よくわかんないです。はい。もう全然メタバースなんだかわからないです。なので、ちょっと今日はまずメタバースということはいきなりメタバース界なんですけれど、捨てましょう。捨てて、もうちょっと本質的に何が起きた後の話をしようとしているかっていうとですね、これアトムとビットって建築出身のニコラス・ネグロポンテさんの
ワードですけども、物理世界といわゆるデジタルな世界っていうのが、ありますと。で、今それはこう 2D なインターフェース、スマホでなり、パソコンの画面なり、そういったものでこう2つ分かれてるんですが、両方にそれぞれ、現実世界のリアルに価値があるものとデジタルに価値があるものっていうのが、共存して、ただ 2D インターフェースを介して存在しているっていう状況かと思います。で、その時代が下るにつれて、どんどんそのビットの世界の価値、こっちに根ざした価値というのがどんどんこう大きくなってきてるっていうのが現在で、これがXR の登場で消えます。このインターフェースの部分が。これは建築をやってる方からするとうまくイメージしづらいとは思うんですけど、これはいずれ消える。つまりこうインターフェース、2D のインターフェースっていうのを返さなくなる時が来ます。簡単に言うとポケモン GO をスマホでやってるんじゃなくて、本当にその辺にピカチュウがいるっていうことが起きてくるわけですね。でそうすると何が起きるかっていうと、より一層この、リアルとか、現実と呼ばれているものに合った価値がこう移動していく、ビットの方に移動していくってことが、加速していくであろうという、そういう世界観、が来ると。でそうなった場合ですね、建築、アーキテクチャっていうのが、じゃあ何をやるのか、それでも残る価値の部分をやるのか、それともこの全体をもう一回再定義するのか、どちらも別にどちらがいいとか悪いとかじゃないんですけど、こういった状況を前にしてもう一回建築っていうのは考えないといけないし、考えることでこうもっと面白くなれる、そう思ってます。でこのアトムからビットへの価値の移動っていうのは別にメタバースだからどうのとかじゃなくて、すでに深く進行していることになります。例えばインスタ映えっていうのはこう、ビットに隷属するアトムのことですよね。インスタにアップする写真をこう撮った後、食べずに捨てるみたいなことがあるんですけど、それはビットのデータが欲しいわけで、こういうことは当然起きてくると。それから、次に行ってください。はい。これエッグっていうギャル雑誌の編集長のテレビ出た時のやつなんですけど、ギャル昔聖地は渋谷だったんですけど、今なくなりましたと言ってます。どこに行ったかっていうと、もう全員 SNS にいましたっていうことを言ってます。SNS っていうのはこうビット化した、放課後とか路上とかそういったものになっていくということを強く言ってます。昔だったらこういうこれ原宿の、神宮橋ですね。ここって90年代だったら黒服のビジュアル系の人たちがいつ行ってもいたっていうところなんですけど、もうこういった場所は、ビットの世界が来るとともに消えていって、そういった社会状況に完全に無頓着なめちゃめちゃ悪口ですけど、こういう、郊外に立ってそうな原宿駅が立ってしまったということです。これは余談ですけど、今、そういう人がぶわーっと集まっているの最後に残ったのは歌舞伎町ぐらいじゃないかなと、東横ですね。ビットの世界だけでは飽き足らない触れ合いが欲しい人がこういったところに集まっていると。あるいはこう子供はどこに行ったんでしょうねっていうところで、これ学校のあと放課後どこで遊ぶかって、昔は友達ん家行って一緒にゲームするとかあったと思うんですけど、これはどんどん下がってきてます。友達の家に行かなくなってます。これ2017年なんで、このコロナ禍でめちゃくちゃ下がってるはずですね。じゃあその子供はどこに行ったかっていうと、この画面の中ですね、ゲームの中でマイクラだったりいろいろ遊んでるわけですね。この画面のこっち側にみんないた、2、3人囲んでた、3、4人囲んでた時代からこの中の方に行ってる。こういった状況って、都市とか建築はそれでも作られ続けてますし、より綺麗により居心地よく快適に、作られていると思うんですけど、もはや熱気の受け皿になり得てないんじゃないかっていう、強い危機感が個人的にはあります。じゃあこの
アトムの世界の建築とビットの世界っていうのは、まあ、これまでどういうふうにこう付き合ってきたかっていうところなんですけども、これまあこの、建築情報学会なので、必読書かと思いますが、すごく建築情報学への第2章のところですね。で、小宮山さんの建築情報史史論というところですごい短い文章なんですけど、まあ、5類ぐらいの視点から、まあ、情報デジタルっていうものをどう使ってきたかめちゃくちゃコンパクトにすごくまとまってて、これを読むといいと思います。あと、まあ、今のメタバースとか XR にこうつながるところで言うと、この2019年にはVR 言論として再販された人工現実感の世界っていうものですね。これ読むとすごくよくわかります。で、これ読むと大体50年前に VR、AR とかのアイデアも実践ももう一通り出揃っている。もう完全に出揃っているぐらいっていうのがわかります。この2つ読むとなんとなくこうわかりますね。なんですけど、まあ、一方この2つの本ではこう言及されてない世界っていうのが今広がりつつあるかなと思ってます。これは私が書いたものなんですけど、建築っていうものがまあデジタルとどう、デジタルによってどう拡張してきたかっていうところで、これ右の軸がまあ時代です。PC の時代があってインターネットが来て、スマートフォン、SNS が来て、今 XR とかメタバースとか言われているものが来そうみたいなところです。で、建築を、今回私はこう生産と衣装と企画と概念というものに分けました。で、これ伸びてる方が、まあその時代になんとかの技術とかをこう使って、少しずつ拡張していってる。拡張の度合いみたいなイメージです。生産っていうところで言うと、まあ、CAD、BIM、CAD なんかもうなきゃ誰も設計できないですし、まあ、あとバージョン管理とかコラボレーションツールとか、まあ、3D プリント、ロボット、こういったものが、まあ、どう作るか、どうリアライズするかっていう点では、どんどん取り入れられていってると思います。で、衣装で言うと、まあ、デザインですね。のところで言うと、まあ、脱構築主義、デコンって言われるところ以降、コンピューテーショナルデザインっていうのはどんどん進化していってます。まあ、結構頑張ってる。一方で、企画と概念っていうところですね。企画っていうのは、まあ、どこに誰が何を作るかみたいなところですけど、は、まあ、古い時代国家のプロジェクトからだんだん民間に細分化していきましたと。ただその後のこうインターネットが当たり前になったり、みんなスマホで SNS やってるっていう時代に対して別にそんなにこうそれをこううまく捉えてるっていうことがそんなにないじゃないかなと。で、最後概念っていうところ、建築の概念っていうところで言うと、大昔こう解体の世代っていうのがいろいろ問いかけはあったんですけど、はっきり言ってそこからほとんど伸びてないんじゃないかなと思ってます。で、今回この XR とかいうメタバースとかいうもの、メタバースっていう言葉捨てろって言いながらなんか何度も言ってる気がしてきたんですけど、それは、この伸びてないこの辺りの質的な変化が来ているんじゃないかなって私は、見てます。このアトムの建築とビットの世界っていうのがこうやってもう不可分にこうなっていく。この先どう変わるのかとか何が突きつけられるのかっていうのをちょっと考えてみました。まず衣装というか生産のところは置いといてます。それは伸びていってる部分ではあるので、衣装のところですね。衣装っていうのはこう、どう作るかっていうところになります。これ衣装の世界でデジタルっていうのはもう正直ほっといてもどんどん伸びる世界だと思ってます。これはまさに今この裏でというか表で建築情報学会のところで杉原さんのコンピューテーション系現代建築士という素晴らしい第1回第2回この間第1回が終わったようなんですけども、あった系譜ですね。いろんな建築家がどうコンピューテーショナルデザインと付き合っていってどういうことが起きていってるかっていう図ですけど、ものすごくみんなトライしているところですね。で多分この先の方って次は普通に考えるとゲームとゲームエンジンが出てくるだろうと。でリアルタイムとかインタラクティブとか
あと設計対象としてプレイヤーっていうものが、出てくると思います。で、例えばゲームの世界でいうと、シェーダーみたいなものが、やっぱりすごく面白くて、こういったものっていうのも、今動画流れてますかね。これつぶやき GLSL っていう、このツイッターのここのだけでこの世界を作ってるんですけど、こういったふうに設計図が建築の設計図がコードで書かれるってこともあるかもしれないですね。あるいは、これはシークレットスカイというポーター・ロビンソンっていうDJ の、ブラウザ上でやってたライブなんですけど、ブラウザ上に 3D の空間があって、プレイヤーはいわゆるアバターじゃなくて点なんですね。点と色とトレイルでジャンプができる。それだけなんですけど、このアバターっていうのをデザインしているということですね。点でぴょんぴょんするだけで、そのライブの熱気ってすごく再現できちゃうってことが分かって、その身体っていう建築でいうと基本的に設計対象外なんですけど、そこもプログラマブルな身体みたいな捉え方ができると思います。そもそもこの、3点トラッキングとか、6点とか10点とかありますけど、これメタ社のやつですが、これって身振りと言葉っていう名著があるんですけども、人類が進化していく過程で身振りと言葉っていうのがキーワードになって、進化していくっていうお話をそのままだなと思ってて、身振りと言葉、ボイスチャットとボディトラッキングをビット化して流し込んでると。こういう世界で、建築っていうもの、割とここの話はリアル寄りの話をしてますが、こういったものから、影響を受けてくるんだろうなと思います。で、衣装の未来予測としては、こういうゲームとかゲームエンジン由来の用語とかコンセプトの援用とか本案みたいなのが多分起きます。で、例えばあとコーディングで建築設計する。もうすでに起きてると思いますけど、とか、あとは建築分野にですね、UI とか UX の概念が浸透するだろうと思ってます。あとは直接的に VR、AR を取り込んだ建築っていうのも出てくるでしょうし、建築専門外のアーティストとかデザイナーによる建築っていうのも、とかコラボレーションによる建築もどんどん増えてくると思います。で、一方で、こういう状況に対してそれでもビット化されない身体とかオブジェクトとかオブジェクトオリエンテッドとか、流行っていますけど、そういうのの回帰とか探求も、一方ですごくこれから来ると思います。で、衣装は最初に言ったようにやっぱりどういう建築の形としてどういうものを作るかってとこは、ある程度ほっといてもみんなすごく伸びてくると思うんですけど、次企画っていう観点から考えます。企画って何のこと言ってるかっていうと、建物ができるまでに設計の前にあるところですね。ここで提供する価値の決定、使用体制スケジュールの決定みたいなのをする部分で、建築の設計者、建築家とかっていう持ち場ってこの黄色いとこなんですね、基本的には。なので、基本仕様が落ちてきて、この範囲から世界を変えようとみんな頑張っているっていうところなんですけど、マンション作ってくれって言って、いやマンションじゃなくて美術館しますみたいな話にはならないんですね。で、建築のプロジェクトもどんどん複雑化するので、例えば最近はコンストラクションマネジメントとかいろいろいろんな歯車がいろんなリスクとかいろんなコストのコントロールとかそういうので、割と歯車の一つになりがちなところがあります。で、こういった状況に対してですね、建築側からなんか打ち破ろうというのはあるんですけど、これはかなり狭い範囲のさっきの設計者っていう視点で言うと、例えば磯崎新とかがその計画する主体みたいなのをぐちゃぐちゃにしちゃおうみたいな廃止っていうプロジェクトがあって、レンガみたいに連なる歌のレンガですけど、いろんな人に入ってきてもらってぐちゃぐちゃになっちゃいましたみたいなプロジェクトは。でそれはあと10年後ぐらい
もう一回呼び出されてて、この時はウェブ世代の、都市進化論みたいな感じで、2010年ぐらいアーキテクチャっていう言葉が流行ったりしてたんですけど、まあなんかちょっとどういう結局アウトプットになったかっていうのがあんまりこう見えてこなかった感じがします。で、もうちょっとこう時代が下ると、もう少し高本質的なことをするような方々が出てきて、例えば吉村康隆さんの CC ハウス、クリエイティブコモンズ、図面っていうこう秘匿された情報を公開して、ユーザーがそれにアクセスできるようにしたらどうかというものですとか、最近だとビルドのネスティングとか、もう設計から施工まで、設計の前ですね、から施工までユーザー巻き込んで、一緒にこう一気通貫でやる、みたいなこうサービスとしての建築みたいなのも出てきています。ただこういった試み本当にまだごく一部です。でそこへこう VRSNS なるものがこう来ました。VRSNS はもうさっきの磯崎さんとかそういう高尚な世界とはこうじゃなくて、もう文字通り本当に来たっていう感じですね。ここにさっき言ったギャルいなくなったって言いましたけど、ここにはもうめちゃくちゃいますね。で、この VRSNS っていうのは、ユーザーによって日々無数に企画され生産されてます、空間っていうのが。もう本当に無数にゲームなり、居酒屋なり、ライブ会場なり、もう無数に空飛ぶ場所とかいろいろこう出てくるわけですね。この VR 空間の出現の意味っていうのは、まず一つは単純にこうビットの世界がついにこう体験可能な空間を得ましたと。最初に言った話ですね。で、それからですね、その結果というか、空間生産のコストとリスクが、アトムの世界と比べて、もうめちゃくちゃ無視できるほど小さくなりました。で、あとはこうツールと発表メディアの民主化が揃いました。ブレンダー無料です、ユニティ無料です、VR チャットも無料です、みたいな。もうこんな面白いとこみんなどんどんやらないわけがないっていう状況ですね。で、その結果として VR 空間っていうのが特徴として、個人とか小規模なグループがその空間の主体になります。それから現実と違って、もう固有名で名指せる創造主みたいな方がいます。この空間は誰々のっていうのが名指せます。それから、これもすごく重要なんですが、めちゃくちゃ狭い範囲の特定の目的のためだけに空間を作るっていうことができるようになりました。現実だとそんなコスト見合わなくて絶対できないような空間ですね。で、一方こう短命で刹那的でもあります。なんかこれちょっと似てるのはインテリアデザインだと思っていて、インテリアデザインってこう50年前ぐらいからしかないんですけど、大阪万博の前ぐらいの、倉俣史郎とかが活躍してた時代ですね。商業デザイン中心で、まさに短命ですごくなんか特定の目的で、建築作るに比べたら全然ローコストで、主題が大体こう人間の感覚とか感性の訴えかけになるので、結構似てる部分はあるかなと思ってます。これは話はそれましたけど。というわけで、建築設計者の持ち場は大体ここなんですけど、VR の今クリエイターの持ち場ってこの全部なんですね。もう、何したら面白いかっていうところからそれをこうどういう空間に落とし込むかで、なんなら自分でこう作ると。でプラスもっと言ったらこれ運営も入ってプロモーションも自分でやるぐらいの、そういう存在がめちゃくちゃ出てきてるっていう状況だと思います。これはもうなんか見習った方がいいと思ってます。建築設計者っていうのをこのちっちゃい丸のとこじゃなくて、空間っていうのを用いたもう価値の創造者みたいなものになっていかないと本当にこう面白くなっていかないと思っていて、具体的にはどっちかというとこの企画ですね。何をこう作るかっていう、そもそもどういう空間がこの世の中に対して価値があるかってとこを考える。それをこう発注者と一緒に考えるとか、いうことが必要になってくると思っています。で、この企画っていうとこの未来予測で言うと、これからはビルディングタイプ、オフィス、住宅だ、マンションだとかじゃなくて、こととか体験ベースのものが需要というか増えてくるだろうと思ってます。でなのでこう企画とか設計とか施工っていうのを統合的に捉える建築プロジェクト
っていうのが増加。これ、括弧してほしいですね。完全に私のあれなんですけど、してほしいです。で、それをこう遂行する職能の需要もこう増加していくんじゃないかと。で、さっき言ったこう、アーキテクチャ・アザ・サービスみたいなものっていうのも、増えてくると思います。で、こういう時代は個人とか小規模グループっていうのがこう主役になってくるんじゃないかなと。で、その場合、やっぱり現実でこう何か作るっていうところのコストとか、お金のところで、資金の調達の方法とかももうちょっと多様化してくるといいなみたいなのがありますね。クラファンで建物を建てるでもいいですし、今だったらクリプトを使ってなんかやるのもあるのかもしれないですけど、そういった、ことがあるかなと思ってます。で、最後に概念っていうところなんですけど、なんで建築作るのみたいな、そもそも、こんなみんなスマホで遊んだり楽しそうにVR の中で楽しそうだったりする状況をこう傍目に見ながら、もう一回なんで建築作るのみたいなのを考えていくと、やっぱりなんだっけみたいな、建築ってそもそもなんだっけみたいな概念の部分に行き着くと思います。で、一個この概念っていう部分で言うと、解体の世代っていう、1950から60年代ぐらいですかね、の海外の建築家が、一番、突っ走ったっていうところですね。で、建築の世界で一番こう今の VR とかメタバースに突っ込んだのは、多分1968年のハンス・ホラインとワルター・ピヒラーのこの、タッグの、こっち、主にこっちですかね。ノンフィジカルエンバイロンメント、コントロールキットっていう、ものですけど、錠剤飲んでなんか患者さんが幻覚見たら、でそれで良くなるんだったら、その見えてる幻覚ももう建築でしょみたいな、もう全てだとすれば全て建築でしょみたいなことを言った人ですね。これ時代で言うと、これアイヴァン・サザーランドっていう人の、ヘッドマウントディスプレイですねがこれ1968年で同じ時期になり、最初期のものだと思います。で、あとこの時代で言うと、やっぱりアーキグラムとかが、建築っていうのはリアルな建物じゃなくて、こう流通するイメージとか、そういうメディアに載ってくる、そういったものまでもう含めてこう建築だみたいなこう世界観を作ったりとですね、こういったことが起きたわけです。で、要するにこれ概念がこうぶっ壊されているので、建築ってなんだっけみたいなことがここで起こってる。で、これは隈研吾による建築思想史として、新建築入門っていうのがあるんですけど、まさにこの冒頭に建築の危機としてさっきのハンス・ホラインとかこの後のデコンみたいなのが出てくるんですね。構築って何かっていうのを、なのでこの危機からどうやって出していくかみたいなのを自分で再定義していってるみたいな本が出てたり、一回辺でぶっ壊されたところがあります。で、50年経って、VR、SNS っていうのが出てきて、さっきまでのってやっぱ結構高尚な話なんですけど、本当に高尚とかじゃなくて、もう生活みたいな感じで現れてきて、そこにはこう人々がいて、活動があって、ちゃんと空間があって、横に人がいて、一緒に歌ったりなんだりできるビット世界がもうあるということになりました。なので誰もがいつでもどこにでも、人が中で生きるための空間を自ら生み出す社会、っていうのが少なくともビットの世界の中ではもう起きているということになってます。これ一応見覚えが建築家の世界からしてもあって、これっていうのは例えば建築家なしの建築、バナキュラーとか土着とか、あるいは滝工事の生きられた家とか、これは建築家の作品じゃなくて、その時代の紋切り型の家、もうつまんないし面白くもない普通の住宅、建売り住宅とか含めたもう非作品とか非洗練の世界とか、あとコピー、引用、窯業系サイディングの建築家が使わなそうな嘘素材で嘘コンクリートとかで作られたような建物とか含めてですね、
そういった世界とか、あとアール・ブリュットとか素人芸術とかですね、もしくはセルフビルドとかいう世界、計画じゃないシュバルの理想郷とかワッツタワーとか、あと石山治さんとかがいろいろ考えてる場所で、個人がもう変質的に作ってる世界みたいな、基礎とか異業とか趣味とか無双とか理想郷とか、こういうものはあったんですけど、基本的に全部、変な例外だったんですけど、もしかすると、今起きてるビットの世界で起きてることって、これ例外でも何でもなくて、こっちが本流になっていて、この世界が今すごく魅力を集めて、いろんな人がわちゃわちゃ楽しんでるっていうことが、まだ一部ですけど起きてるんじゃないかなと思います。なのでこういう、熱気の受け皿、さっき言った建築とか都市がですね、ちょっと失いかけている熱気の受け皿っていうのは、この空間を手にしたビットの世界に、今作られようとしているのではないだろうか、しているのかわからないっていうのが今の、私の読み解きになります。なので、最後なんですけど、概念の未来予測は不明です。不明だが問われるみたいなところで、こういったメタバースと言われるちょっとよくわからない世界が来てますが、ちょっと本質的なところで見ていって、建築っていうのが、それに対してどう応答するかっていうのは、真面目にトライするべきだし、その中から別にビットの世界を作る必要もなくて、アトムの世界を作ってもいいし、その両方、例えば AR と含めたものを建築と呼んでもいいし、何をしてもいいんですけど、やっぱりここがもう一回めちゃくちゃ面白くならないといけなくて、そのためのヒントがですね、いっぱい今 VR の世界にあると思っています。こういったものを、VR とか AR とかメタバースとかリアルっていうの関係なくですね、ちゃんとヘッドマウントディスプレイ脱いでもかぶっても面白いみたいな世界を作りたいなと思っているので、思っているのが私です。はい、という感じで、はい、以上がスライドになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭からいきなりメタバースを捨てるっていう単語を捨てるっていう風なところですごいドキッとしましたけれども、結構いろいろツイッターの方とかでもね、コメントだったりだとか感想とかっていうのをいただいてたりとかする感じですね。すごかったですね。ビット、そっか。何を作るかっていうのはとても大事だと思いますよね。今やっぱメタバースイコールテレプレゼンスだったりだとか、ズームとかそういう風な感じのものっていう風に認識されている方が多い中で、結構すごい面白い切り口というか、素晴らしい切り口だなっていう風に個人的に思っておりました。ありがとうございます。はい。昔からの対比というか、こういうことが今起こってるから、昔はこういうことがありましたよっていうのがすごく分かりやすく、多分聞いてる方々も、メタバース、ハテナハテナハテナが1個か2つぐらい取れたのかなっていうふうに思いました。どうですかね、メタバースの話してるのかしてないのかよく分かんなくなってきたんですけど。いや、でもいいと思います。最終的にメタバースっていうの定義できるものでもなかったりすると思うんですよね。今やっぱそこで固定してしまうのもちょっと恐ろしいなっていう部分もあると思うので、いろんな切り口で、今多分すごい議論を交わすべき内容だと思うんですよね。で、メタバースっていう単語じゃないものだとしても多分いいのかもしれないですし、そういう議論がもっと膨らんでもいいんじゃないのかなっていうふうには、ちょっと個人的にはすごい思うところですね。はい。ちょっとじゃあ、はい。バンジョさんの方から、私からちょっと一つ質問というか、みんなにかけてほしい言葉がありまして、はい。VR、SNS に、体験するというか、初めて入るときの勇気みたいな、結構あると思うんですよ。それこそ今、視聴している方々って学生さんだったりとか、会社員の方だったりとか、なかなかツイッターを始めるとか、今の SNS もなかなか始めづらいとは思うんですけど、一個きっかけというか、始めるきっかけになるような、あったりするんですかね。今だよみたい
やっぱ案内人がいた方が絶対いいので、そ建築情報学会でツアーを組みましょう。はいいいですね。わ行きたいです。私もだいぶオキュラスのリフト S さんいるんですけど、なかなか体験できる環境がなかったりするので、ぜひぜひ企画していきたいですね。はい今一つ企画が生まれたので、皆さん。むしろそこでなんかね、ミートアップみたいなものができても面白いかもしれないですよね。次はバーチャル開催でできたらいいかそうなと、思います。脱生身。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、また引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは続いてのメインセッション2番はディスコントさんですね。ディスコントさんのリアルメタバース。空間を身にまとう。そうですね。画面の方等々大丈夫でしょうか。カメラですね。なんかビデオを開始できないっていうふうに出てくるんですが、なるほど。これを共有消したらいいかな。多分ですね、先ほど。私かな。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。今映りましたね。ありがとうございます。では画面共有の方もお願いしてはい。進めていただければいいと思います。お願いします。はい、今見えていますか？はい、見えてます。はい、ありがとうございます。じゃあ早速始めても大丈夫な感じでしょうか？はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方から、リアルメタバース空間を身にまとう世界ということで、ちょっと発表させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。はい。で今回ですね、お話しいただいたときにですね、メタバースを支えるプラットフォームに関わっている、人間の目線から、今すごく盛り上がっているメタバースについて、自分たちの目指す方向性であったりとか、あと今、メタバースに対してどういうふうな思いを持っているのかっていうところの、お話を聞けたらということでしたので、ちょっとそういうところ、スライドにまとめてきましたので、ちょっとそこのところ、お話しさせていただこうかなと思っております。はい。で最初にですね、ちょっと皆さんどの程度メタバースのことをご存知かちょっとわからなかったので、最初にちょっとメタバース、ウィキペディアから引用したものをちょっと紹介させていただきます。でメタバースっていうのは、コンピューターやコンピューターネットワークの中に構築された現実世界とは異なる3次元の仮想空間やそのサービスのことを指す。ウィキペディアにはですね、こんな風にメタバースが、紹介されています。でそれからですね、後ほどですね、またこちらのスライドに戻ってくるんですけれども、今回ですね、僕がすごく参考にした、この仮想空間への招待っていう本があるんですけど、こちらの本の中で紹介されている言葉をちょっと2つ、ご紹介したいんですけど、まず1つは三菱さんのお言葉で、メタバースは 3D 空間のあるコミュニケーションプラットフォームと定義できます。でそれが実現すると、情報へのアクセスの仕方が変わります。すごく分かりやすく端的にまとめられたメタバースの定義だと思います。でそれからですね、右の宇川さんという方の言葉なんですけど、この宇川さんという方はですね、アーティストの方でして、カルチャーとか、アートとか、そういった視点からメタバースについて考察されています。で、その言葉なんですけど、メタバースというのは、無限の幻想を共有することだと。で、ヒッピームーブメントが果たせなかった夢の続きがそこにあると。で、何らかのトリガーによって現実を超越したところにある無限の幻想を共有しようとする意思が集積する空間。それを僕は、ユニバースに対してのメタバースと言いたいんです。こういうふうに深川さんがおっしゃっています。で、こちらについてはですね、今のところ多分さっぱりわからないと思うので、また後ほど説明していきますので、まずは最初にメタバースはこういうものだよっていうので、ちょっと心に留めておいていただけると嬉しいです。はい。で、ちょっと改めてですね、自己紹介させていただきます。ディスコントと申します。よろしくお願いいたします。はい。で、僕はですね、どういう人間なのかというとですね、XR スペシャルデザイナー、XR アーティストを名乗っています。で、私はですね、サイキック VR ラボっていう、XR 業界の、企業があってですね、そこはですね、VR とか AR とかのプラットフォームを作る
ある意味メタバースのプラットフォームを作る、会社に所属していまして、そこでですね、普段は、いろいろなものを作ったりとか、あとメタバースってどういうものだろうとか、XR ってどういうことだろうとか考えたりとか、あるいはそれを広める、ユーザーに広めるような活動っていうのをしています。で、普段やってることをですね、ちょっとだけ紹介するんですけど、こんな感じでですね、ビジュアルとか作ったりですね、あとこちらはですね、2019年のものなんですけど、渋谷にある渋谷パルコ、ファッションビルの渋谷パルコに作品を展示した時の映像で、こんな感じにですね、仕事、XR アーティストとして仕事をやりつつ、自分の表現とかもやりながら、仕事としての XR に関わるっていうのと、アーティストとして XR に関わる。この2つをこう行ったり来たりしながら、普段、仕事をしたりしています。で、それからですね、あと、こちらはですね、普段僕がやっているいろんなコミュニティ活動とかのものなんですけれども、最近ですね、ニュービューサイファーっていうちょっと変わった、こちらですね、紹介させていただきますと、これどういうことかというとですね、渋谷パルコとかで展示をやったりとか、あるいは、新しいメディアとかで取り上げ始めたような、もう本当に若手のアーティストの方々に集まっていただいて、XR で自分の作品を作ってもらうっていう、そういう活動なんですけど、もう本当にここに、XR 何も知らないような方たちが、もうこう一度にこうバッとアーティストが介して集まって、でそこでみんながこうワイワイ話しながら XR って何とか、メタバースって何よとか、それって僕に関係あるのみたいなことをこう議論しながら自分たちの作品を作っていくみたいなことをやったりしていて、僕はその、コミュニティのオーガナイズとかもやっています。で一見するとそういうのってメタバースとか XR とかあんまり関係がないように感じると思うんですけど、でも実はやっぱりそういうアーティストがXR をどう考えるかとか、アーティストがメタバースをどう捉えるかみたいなところに、メタバースを紐解いていくような鋭い視点みたいなのがやっぱりあると感じていて、なので僕たちはこういった一見無駄に見えるような活動も積極的にやりながら、XR とは何だろうっていうことを日々考えたりしています。で、ちょっとこの辺はですね、説明軽く飛ばすんですけど、改めて、ご紹介させていただくと、サイキック VR ラボという会社に所属する人間です、私は。はい。で、このサイキック VR ラボっていう、サイキックって超能力のことなんですけど、ちょっと変な名前だなっていうふうに、初めてこの会社を知ってくれた方は皆さん思うと思うんですけど、私たちが掲げる、フィロソフィー、哲学もちょっと変わっていて、人類の超能力を解放するみたいなことを合言葉にしてます。で、超能力解放するっていうと、やっぱりちょっと、どういうことみたいなふうに思うと思うんですけど、これって全然おかしなことじゃなくて、ここで言う超能力っていうのは、テクノロジーによって拡張される人間の身体の延長だとか、あるいは意識の延長みたいなものを超能力っていうふうに呼んでいます。なので、例えば、サイボーグとかすごくわかりやすいと思うんですけど、人間がサイボーグすることによって、もっと今までの人間が出せるパワーよりも大きなパワーを出せるとか、それって、テクノロジーが人間の能力を拡張して、ある意味それは超能力っていうふうに呼べると思っていて、で、私たちがやろうとしているのは XR、VR とか AR とか、あるいはメタバースみたいなものを使って人類の超能力を解放する、そういうことを目指してやっています。で、私たちの会社は、2016年に設立されたので、もうすぐ5年経ちます。で、結構、この2016年に設立される以前から結構 XR のことについて、実験的にいろいろな取り組みとかやっていたみたいで、2016年以前から結構、その界隈では結構いろいろな方とコミュニケーションを取りながら、XR について、研究とかやっていました。はい。で、こちらはですね、普段の会社の様子なんですけど、あとせっかくなので、ちょっとですね、私たちが初期の頃にやったVR の作品あるので、ちょっと見ていただこうと思います。で、こちらはですね、もう本当に、私たちの会社が設立された本当に初期の頃に作った作品です。で、この動画はですね、スペシャルジョッキーっていう作品の紹介映像です。
で、DJ とか VJ とか、そういったカルチャーがあると思うんですけど、それを VR によって拡張するっていうコンセプトで作成されたものです。で、DJ とか VJ っていうのは、音楽とか映像をつなぎ合わせてストーリーを作っていくと思うんですけど、スペーシャルジョッキーではもう、その名の通り、空間自体をジョッキーが操作して世界観を作っていきます。本当にこんな感じにですね、ミディコンとかを操作することによって、空間自体が変化していく。そういったなんか新しい表現みたいなところを模索するようなところも、初期の頃は行っていました。はい。で、そんな私たちが今開発しているのがスタイリーっていうサービスです。で、スタイリーはですね、ざっくりどういうサービスなのかっていうのをちょっと紹介させていただきますと、スタイリーは世界中のアーティストが作り出した、超体験、ウルトラエクスペリエンスと僕たちは呼んでいるんですけど、それが集まる XR のクリエイティブプラットフォームです。で、アーティストが簡単に、VR とか AR のシーンを制作できるツールと、制作した作品を公開するギャラリーの2つで構成されています。で、スタイリーにはすでに1万を超える VR、AR シーンが公開されていて、で、すでにいろんな方がいろんな作品をこのプラットフォームの中で作ってくれています。で、YouTube っていうのがあると思うんですけど、YouTube は動画を配信するプラットフォームで、YouTube が生まれたことによって、世界中の人が動画クリエイターになれる世界が始まったと思うんですけど、スタイリーはそれの VR 版、AR 版っていうのを目指しています。スタイリーっていう新しいプラットフォームが生まれることによって、VR とか AR とか、あるいはメタバースの、を世界中のアーティストが作って配信できるようになることを目指しています。で、こちらスタイリーの紹介映像からちょっとだけ見ていただこうと思うんですけど、今ですね、こちらの映像、流れているものは実際にスタイリーの空間上に存在している空間です。はい、こんな感じにですね、いろんなアーティストが作ってくれた作品が、このプラットフォームに投稿されています。で、そもそもメタバースとは何だろうっていう議論があります。で、例えば、この先ほど番長さんが言っていたようにメタバースが何かってまだみんな多分わからないと思います。で、人によっては例えば単に 3D 空間がメタバースだっていう人もいると思うし、あるいはメタバースの中でコミュニケーションを取ることが重要であるという人もいると思います。で、あるいはアバターを身にまとうことによって新しい自分になることができるのがメタバースだと捉える人もいると思います。で、結構そこは人によって、定義が揺れているところだと思うんですけど、私たちが作っているスタイリーというプラットフォームも、そういったですね、無数に存在するメタバースの一つであると、僕たちは考えています。で、どこに重きを置くのかっていうのは置いておいて、スタイリーには空間とコミュニケーション手段と、それからアバター、この3つの要素が一応揃っているので、スタイリーはメタバースだと言えるんじゃないかなと思います。はい。でですね、こういったスタイリーっていうプラットフォームを開発しつつ、先ほどもちょっと紹介したんですけど、このニュービューっていうプロジェクトを通してですね、メタバースって何だろうとか、そもそも VR って何だろうとか、どういう可能性があるかみたいなことを、世界中のアーティストと一緒になって、考えながら、世界観を作っています。はい。で、この辺はですね、今までやってきたイベントとかの写真なので、ちょっと飛ばすんですけど、先ほどもちょっと紹介したんですけど、こういうふうなですね、一見すると、メタバースとか XR とは全く関係ないように見えることにもチャレンジしながら、アーティストと一緒に VR とか AR って何だろうみたいなことを考えながら、時にそのアーティストの考えとかを取り入れて、自分たちの考えとかをアップデートしながら、スタイリーの開発を進めていっています。で、そんな私たちがですね、掲げているビジョンがあります。これは実現したいと思っている未来のことです。で、それが身にまとう空間っていうものです。こちらに書いてある通り、そのまんまですね、自分の体に空間をまとうっていうことです。で、これどういうことかっていうのちょっと分かりにくいと思うので説明するんですけど、私たちはですね、将来的には、もう本当に10億人以上の人々が、もう服を着るのと同じように VR とか MR とか AR のグラスとか、そういったものを日常的につけて、生活する日が来ると考えています。で、そしてそういった世界では、現実とバーチャルっていうのが、重なり合う世界を生きていく。人々がそうやってバーチャルと現実を行き来しながら生きていく。そういう時代が、いずれやってくるというふうに私たちは考えています。で、そうした世界が訪れたときに、スタイリーが人々のそばにあってほしいと思って、私たちはスタイリーっていうものを開発しています。
でそういった、世界観、っていうのは非常に壮大な夢のようなもので、私たちが今現在実現できているのは1%にも多分満たないと思いますし、そういうふうに思われていると思います。ただですね、そういった世界観、未来っていうのを想像しながら、日々本気で、XR とかメタバースとかに、取り組んでいます。でですね、ここ図が欲しいって書いてあるんですけど、ちょっとここ図が間に合わなかったのが図が欲しいのままなんですけど、空間を身にまとうっていうのはどういうことかっていうのをもうちょっと噛み砕くとですね、空間を身にまとうっていうのは、人間中心であるっていうことだと僕は考えています。で、メタバースって聞くとですね、生身の自分はここにいたまま、意識だけがどこか遠くの宇宙空間に飛んでいくように感じると思いますし、一般的には今のところそういうイメージが浸透していると思います。で、ただ私たちはですね、もう少し違った世界観っていうのを考えていて、私たちが考えるメタバースっていうのは、あくまで人間が中心で、生身の自分はここにいるまま、空間が自分の周囲に立ち会われるっていうふうに考えています。これはすごく微妙な差、すごく微妙な、本当に少しの差でしかないんですけど、ここにはちゃんと意味があると思っていて、私たちが考えるメタバースっていうのは、現実とメタバースが相互にリンクしているっていうことであったりとか、あるいはファッションを身にまとうことで、自分自身が変質して、拡張されていくのと同じように、XR 技術を身にまとうことで、そのユーザーが変質されて拡張されていってほしい。まさに超能力を覚醒していってほしいっていうような思いがここに現れていると、僕は感じています。はい。で、先ほどもちょっと紹介したんですけど、私たちが目指す世界観としては、現実とバーチャルが重なり合う世界観、そういうものを目指しています。はい。で、ここからですね、じゃあ私たちが目指すメタバースはどういうものなのかっていうところに入っていくんですけど、それがですね、このリアルメタバースというワードになってきます。で、このリアルメタバースっていうのは何かというと、リアルな自分を起点にしたメタバースということです。で、これがどういうことかっていうのはちょっと分かりにくいと思いますので、もう少し話を進めていきます。で、先ほどもちょっと紹介したんですけど、リアルの世界を中心に、リアルとバーチャルを行き来しながら、あるいは重ね合わせながら生きていく。それが、私たちが考えている、リアルメタバースです。つい先日ですね、ナイアンティックの方からですね、いろいろな発表があって、記憶に新しい方もいると思います。で、ちょうど今年ですね、ポケモン GO だったり、ピクミンブルームだったりとかを提供している、ナイアンティックさんが、リアルワールドメタバースっていう、現実起点のメタバースを提唱したと、思います。で、私たちが考えているリアルメタバースっていうのは、AR の拡張、AR による、その世界観の現実世界の拡張っていう意味では少し近いと思います。こちらのですね、ビジュアル、すごくよく表していると思うんですけど、このですね、人々が暮らしている、現実世界に、AR のレイヤーが重なることによって、そこに新しく、情報が付加されて、その中で人々が生きていくと。そこで、今まではなかったレイヤーから新しい情報を受け取って生きていくと。そういった、AR による拡張、AR によるメタバースっていうのをナイアンティックさんは、提唱しています。で、AR による拡張っていう点では、似ているんですけど、思想とか考え方っていうのはまた少し異なっているかなっていうふうに思っています。で、こちらもですね、記憶に新しい方もいるかと思うんですけど、ナイアンティックのファウンダーで CEO のジョン・ハンケさんが、少し前にですね、メタバースはディストピアの悪夢ですみたいな投稿を、ブログの方にされて、これはかなり大きな話題になったと思います。で、そういったふうな考え方っていうのも確かにあるとは思うんですけど、私たちは全くもってそんなふうに思っていなくて、むしろメタバースっていうのは、楽園になり得る可能性を秘めているんじゃないかなっていうふうに思っています。で、私たちが、その VR とか AR とか MR をどういうふうに捉えているかっていうところなんですけども、それらの、AR とか VR とか MR の差異っていうのは、現実と、拡張された世界のレイヤーの濃度の違いであると考えていて、それらは全く異なるものではないというふうに考えています。で、Facebook さんが考えているようなVR 的なメタバースか、それともナイアンティックさんが考えているような AR によるリアルワールドメタバースなのかっていうような、二元論的にメタバースの世界を分断するんじゃなくて、
それらが相互作用にしながら共存する世界こそが、理想なんじゃないかなというふうに考えています。で、それが非常に難しいものであるということも理解していて、自分たちが今実現できていることと、そして実現できていないことの狭間で、いつも葛藤があったりします。はい。で、改めてリアルな自分を起点にしたメタバース、リアルメタバース、イコール人間中心のメタバースっていうことなんですけど、これがですね、私たちが考えるメタバースの理想であって、そして身にまとう空間が実現したい世界観でもあります。この、身にまとう空間っていうのを、このビジョンをですね、端的に表した動画があるので、こちらちょっと見ていただきたいと思います。こちらはですね、ケイチ・マツダさんというアーティストの方が作った映像作品です。ちなみにですね、ケイチ・マツダさんはですね、結構いろいろ交流があって、ニュービューの方にも関わっていただいて、審査員をやってくれたりとか、結構いろいろなところで関わりがあるアーティストの方です。で、そのケイチさんが作ったこちら動画なんですけど、結構いろんなところで M ワードの未来はこうなるぞっていうふうな、サンプリング元として使われることが多い動画なんですけど、私たちが目指す世界観というのはまさにこういう世界観です。はい。で、こういったですね、MR とか、AR とか、そういったものが当たり前になった世界では、現実の風景と、デジタルの情報っていうものが融合されて一つの視野角の中に、収まっていて、人々はその情報を、受け取って、であるいは取捨選択しながら、その世界を生きていくというような世界観が広がっています。はい。でこれがですね、私たちが考える、空間を身にまとうということでの、最も分かりやすい例だと思います。はい。で、ちょっと前段が長くなってしまったんですけど、ここからが本番で、ここからさらにメタバースについて掘り下げていきたいと思います。で、話の最後にはですね、今私たちが考えているリアルメタバースについてももう少しだけ紹介したいと思っています。ここからですね、僕が話すことの中には間違いとか妄想とかそういったものが含まれているかもしれません。で、XR 技術とかメタバースの、未来を信じる、一人の人間の、頭の中に存在する、メタバース像の話であると思って、温かく聞いていただければ幸いです。はい。で、ちょっと改めてメタバースとは何だろうかっていう最初のところに戻ってくるんですけど、正直ですね、最初番長さんが言っていた通りですね、メタバースが何かなんて、正直僕の想像にも及ばないというか、全くもってわからない世界です。で、もう一度繰り返しにはなってしまうんですけど、ウィキペディアのですね、メタバースとは何かというところを読み上げていくとですね、メタバースっていうのは、コンピューターとかコンピューターネットワークの中に構築された、現実世界とは異なる3次元の仮想空間やそのサービスのことを指すというふうにあります。はい。で、将来的にインターネット環境が到達するであろうコンセプトというふうにも書いてあって、なんとなくですね、私たちがこれから目指すインターネットの世界っていうのは、今までは 2D の世界だったけど、そこに3次元の空間っていうのが広がり始めて、なおかつその中で今までとは違った新しいコミュニケーションの姿っていうのがその中に立ち現れてくる。それがなんとなくのメタバースの要素なのかなっていうふうに捉えられると思います。でですね、こういったですね、言葉で定義されるメタバースっていうのを理解しつつ、その中で何が行われているかっていうのを、やっぱり紐解いていく必要があるなっていうふうに考えています。で、そういったですね、紐解きの果てにですね、人間中心のメタバース創造の第一歩っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、最初にですね、ジョン・ハンケさんのメタバースは、ディストピアであるみたいなお話もあったんですけど、確かにもしかしたらそういった世界っていうのも、未来の一つとしてはあるかもしれない。でもそれを避けて、人間中心のメタバースを作ることによって、そこがユートピア、楽園になるかもしれない。だからこそ、人間中心のメタバースを作るには、メタバースとは何だろうかっていうのをやっぱり深く考える必要があるというふうに思うんです。でですね、ちょっと一つ目の事例としてですね、クドマさんの例を挙げたいなと思っています。で、クドマっていうのはですね、クドマさんっていうのはファッションブランドなんですけれども、もしかしたらですね、メタバースとか、VR チャットとかがすごい好きな方はですね、すでに知ってるよっていう方もいるかもしれません。ちなみにですね、僕が今この着てる服もですね、クドマさんの服で、僕めちゃくちゃクドマ好きで、クドマユーザーでめちゃくちゃ服持ってるんですけど、
こちらのですね、クロマさんっていうブランドは、最近すごくVR チャットの中で、服の展示会をやったりとか、あるいは、この中で、バーチャル空間の中で使える、メタバースの中で使える服をデジタルデータとして販売したりっていうことを、やったりされているブランドです、さんです。で、今流れているこの映像はですね、だいぶ昔になってしまうんですけど、スタイリーが黒間さんと一緒になって作った、ものです。でこちらはですね、ホロレンズ、MR のヘッドセットなんですけど、そちらを使って、黒間の服を実際に購入できるっていう、そういう、世界初のe コマース、MR e コマースアプリケーションというふうに銘打って作ったものです。で、これはですね、ヘッドセットをかぶるとですね、MR で実際にその服の 3D モデルみたいなものが現実空間に出てきて、でしかも欲しいものがあったら本当に購入までできる。そういうアプリケーションになっています。はい。で、そのアプリケーションを作ったときにですね、やっぱり、そういった新しい、MR の世界みたいなのを考えるときに、やっぱりファッションの文脈から考えていかなきゃいけないみたいなことを、話していてですね、その一つの、結晶というか形になったものがこちらの、今お見せしているスライドのものなんですけど、こちらはですね、クロマさんと一緒に作った服です。で、どういうものかというとですね、この MR ヘッドセットをかぶったときに、MR ヘッドセットをかぶるための戦闘服みたいなテーマで作ったものなんですけど、MR ヘッドセットに一番似合う服装、そういった世界観で生きていく人々がどういう服を着るかみたいなものをテーマに作ったものです。で、こちらもですね、一見すると服を作ることと XR、あるいはメタバース、どういう関係があるんだろうっていうところになると思うんですけど、こういうですね、試行錯誤みたいなこともすごくメタバースみたいなものを捉えるときに、すごく重要な実験なんじゃないかなというふうに思っています。で、先日ですね、ラフォーレ原宿で、黒間さんがポップアップショップを出していてですね、そこでデザイナーの、方とですね、ちょっとお話ししたんですけど、その時のお話がすごく印象的で、ちょっとそのお話をさせていただきたいなと思っています。で、先ほどもですね、少しご紹介したんですけど、今こちらのブランドですね、VR チャットっていう、ある意味メタバースですね、一つのプラットフォームの中で、こういう服の展示会をやって、で、そこにですね、人々がこう集まってきて、で、実際にその展示されているバーチャルの服をこう着てみるとか、っていうことを、実際にやられています。はい。で、この展示会ではですね、実際に服を着てみたりとか、手に取って見てみたりとかできますし、実際にこの、服をですね、バーチャルのデータとして、デジタルのデータとして購入して自分のアバターに着せるみたいなことも、できるようになっています。で、ここの、この事例のすごく面白いところがですね、先日、聞いた話なんですけれども、この、バーチャル車展示に来てくれた VR チャットのユーザーの皆さんが、実はさっきお見せしたこの実店舗の方に来てくれていると。で、この実店舗の方で実際に服を購入したりしてくれていると。で、それがすごく新鮮だっていうことを、おっしゃっていたんですね。で、それってすごくすごいことだなと思っていて、どういうことかっていうと、そのメタバースで得た感性だったりとか、感触みたいなものが、現実世界にフィードバックされるっていうのが、現実のものになりつつあるっていう世界が、もうすぐそこに来ているっていうのは、今の事例のすごい点だなというふうに僕は考えています。で、これはまさにスタイリーが目指したいなと思っている人間中心のメタバースのあり方の一つで、こんな風にですね、メタバースの中で自分が何か行った行為だとか、その中で感じたことっていうのが、現実世界にフィードバックされて、で、現実世界の自分自身がアップデートされていく。現実世界の自分自身が超能力を得ていくと。そういったことが、もうすでに、この世界で実現し始めているってことは、すごいことだなと思うし、すごい、この業界に関わるものとしては、すごく嬉しいなというふうな思っていることです。でですね、ちょっと話がそれてきているんですけど、メタバースがですね、現実世界を豊かにするっていう世界が、すでに実現し始めているなっていうのが、今の事例から少しお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、ちょっとですね、時間が押してきているので、ちょっとここからは駆け足なんですけども、また別の視点から見ていきます。
で、メタバースとは何だろうっていうのを追い求める活動として、2021年からニュービュードミューンっていう新しい活動を始めています。で、ニュービュードミューンとは何だろうっていうところなんですけど、まずですね、宇川さんっていうのはアーティストの方です。で、ドミューンっていうのは、ライブストリーミングスタジオです。で、今ですね、渋谷パルコの10階にスタジオを構えていて、毎日毎日そこで、いろんなアーティストだったり、いろんな文化人みたいな方を呼んで、カルチャーって何だろうみたいなことを、こうライブストリーミングで発信している、アンダーグラウンドなすごいストリーミングのスタジオです。で、ここでですね、ニュービュードミューンっていう新しい番組を始めて、この中で、メタバースって何だろう、メタバースってどういうものだろうみたいなことを、毎月議論しながら番組の配信をしています。でこちらの番組ですね、すごく面白い番組なので、今後も配信していくものですので、メタバース興味がある方、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。でですね、最初のスライドに戻ってくるんですけど、メタバースとは何かっていうのが、このメタバース入門っていう、今僕がこの持っている本ですね、この中に書かれていて、すごくいい言葉だなと思ったので、ちょっと引用させていただいています。で、この中でですね、湯川さんがおっしゃっているのが、無限の幻想を共有すること、ヒッピームーブメントが果たせなかった夢の続きがそこにあるっていうふうに、すごい素敵なことをおっしゃっています。で、この辺ですね、すごい語り始めると長くなってしまうので、すごくざっくりという説明になってしまうんですけど、この本の中ですね、上川さん、こういうふうにもおっしゃっています。MMORPG と仮想現実を変遷したゲーム史における現行メタバースと、ビートジェネレーションからレイブカルチャーへと至る身体性を伴った無双現実としてのサマーオブラブ、メタバースとが、ようやく60年の時を経て接続されたように感じましたと。アバターを介してアクセスしてきたメタバースと生身で実践されてきたメタバース、つまり仮想と無双の融合だと確信しましたと。これによってアートもエンターテインメントも様相が完全に変わったような記載しましたね。こういうふうにおっしゃっています。で、ちょっとこれ抽象的で難しいかなと思うので、ちょっと図を書いてきたんですけど、まず左にゲーム史における現行メタバースっていうのがあります。で、ちょっと前にですね、インターネットの番組でメタバースはもうすでに枯れているとか、メタバースはもうすでにゲームの世界でやり尽くされてるっていうようなことがですね、あって、すごい面白い番組だったなというふうに僕は思うんですけど、そういったことを言ってた方がいると思います。で、それっていうのはある意味ですごく正しいと思います。で、メタバースっていうふうにすごく最近になってその言葉が盛り上がってきてはいるんですけど、紐解いてみるとメタバースっていうのは、ゲーム史の中で、脈々とずっと存在してきたものであるっていう指摘は、確かにその通りだなというふうに思います。で、ただですね、宇川さんがそれに対する一つの答えみたいなのを出してくれていて、それがですね、この身体性を伴った無双現実としてのサマーオブラブメタバースの合流っていうのが、今日のメタバース的世界観を作っているっていう指摘なんですけれども、これがどういうことかっていうと、すごくですね、もう本当にざっくりと言ってしまうとですね、身体性が重要だっていうことです。で、この身体性っていうのは、建築の世界とかでもすごく議論される言葉ではあると思うんですけど、ちょっと今はですね、そこまでちょっと時間が本当に押してしまっているので、詳しくは紹介できないんですけどね、できないんですけど、生身の身体性を伴うというのはすごく重要です。で、それを一つ体現している例が、すごくいい例があるので、ちょっと紹介するんですけど、さっきですね、バンジョーさんのお話の中でも、トラビス・スコットのフォートナイトの中での、バーチャルライブの話があったと思うんですけど、それについての会話の中ですごく面白い話があったので、ちょっとそれを紹介したいと思います。で、この、ニュービュードミューンの回では、宇川さんとですね、それから IGN っていうゲームのメディアがあるんですけど、そこの副編集長の今井さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が来てくださって、このイベントどうだったみたいな話をしていたんですけど、その中ですごく面白い指摘があって、それがですね、ダンスだったんです。で、ダンスって言われてもどういうことやねんっていうふうに思うと思うんですけど、ちょっとですね、整理して話すとですね、ゲームの中での、先ほどお話ししたゲーム史における、現行メタバースっていうものがずっとあったと思うんですけど、その中でエモートの発達っていうのがどんどんなされていったと。
で、本当に初期の頃の MMO とかゲームっていうのはテキストチャットだけがもうコミュニケーションの手段だったと。そこからボイスチャットみたいなものが少しずつ出てきたりとかしていったんだけど、やっぱりそれだけじゃ伝えられない何かっていうのが存在したと。で、それが何かっていうところ、それを補完したものが、エモーション、エモート、モーションだったというのが、この指摘なんですね。で、どういうことかっていうと、そのメタバースの空間の中で、やっぱり人間の身体性みたいなのが大事だみたいなことを考えたときに、ダンスっていうのはすごく身体に紐づく行為だと。で、それは言葉によるコミュニケーションじゃなくて、もうそれこそ人間がアフリカの地で遠い昔に生まれた時から人間が体を動かすということとリンクしていると思うんですけど、その頃の、から人間がずっと持っているダンスっていう身体性が、このフォートナイトっていう中で実現されたことが、このトラビス・スコットの、このバーチャルライブがメタバースであるゆえんであるみたいなことをおっしゃっていて、それがすごく印象的でした。ちょっとまとめるとですね、そのダンスっていうエモート、モーションっていうもの、身体に紐づくそのダンスっていうものを、すごくうまく取り込むことができたからこそ、メタバースとして、すごくエポックメイク的な素晴らしい、ライブになったというふうなことをおっしゃっていたということです。はい。で、ちょっとですね、また最初のところに戻っていくんですけど、生身の身体性を伴うっていうところで、それはちょっと強引なんですけど、私たちが考えるリアルメタバースっていうところともちょっと近づいてきているなというふうに思います。で、改めてですね、私たちがメタバースをどう捉えるかみたいなところをですね、今、社内でいろいろ四苦八苦しながら模索しているところでですね、こちらはちょっと時間の都合で省略させていただこうと思うんですけど、そんな私たちがですね、今取り組もうとしているのが空間のメディア化です。で、この空間のメディア化っていうのはどういうことかっていうと、先ほども最初に紹介したような、それこそケイチ松田さんが映像として残しているような、その現実空間に新しいデジタルのレイヤーを重ねて、そこにどんどんメディアを情報を乗っけていって、空間自体をメディア化していくっていうようなことです。で、こちらについてはですね、またちょっと、少し未来の先、お話になるんですけど、スタイリーが今後どういうことを目指していこうかみたいなことを、おそらくですね、発信していこうかなというふうに思っています。で、ちょっとですね、まだ今のところ、まだ発表していないものも含まれているので、ちょっとチラ見せしかできないのですが、ざっくり言うとですね、都市と、AR、AR、VR、MR、そういったものを融合していきたい。で、そういうことを融合できるようなプラットフォームを、メタバースを作っていきたいと。そういうふうに思っています。はい。で、ちょっとですね、時間をしてしまったので、ここからはもう流しなんですけど、そういったですね、空間のメディア化みたいなことも今までいろんなことをチャレンジさせていただきながら、今日に至っています。はい。ということで、ちょっと長くなってしまったんですけども、リアルな自分を起点にしたメタバース、リアルメタバースっていうのが、私たちが今考えているメタバースの姿であり、これから目指そうとしている世界観です。はい、ちょっと時間をしてしまって申し訳なかったんですけど、皆さんご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございまありがとうごす。ざいます。いやー、なんか、ちょっと圧倒されてしまったところはあるんですけれども、MR との、もう現実世界とのミックスだったりだとか、空間身にまとうみたいなところ、すごかったですね。本当ですか？よかったです。いろいろ。コメントでもやっぱりはい、ありがといろいろ、うございます。はい、レイヤーの濃度っていうところの言葉がすごいしっくりきたという方とかもいらっしゃってですね、身にまとうっていうのもすごいなっていうふうなところでコメントいただいてますね。はい。嬉しいです。ありがとうございます。今日発表ちゃんとできるかなって思ってたんですけど、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、バンションさんとは違った切り口になってるんじゃないのかなというところなんですけど、今これタイムスケジュール的にはどうなんでしょう。お二人をお呼びしても大丈夫だったりするんですか？お互いになんかご質問みたいなものとか、なんかあったりしないのかなっていうふうなのちょっと気になったんですけど。一斉さん、あれ竹仙さんから
なんか滝、先さんとか、時間バンジョーさんとか、大丈夫そうですかね。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。 10分ぐらいですかね。ちょっと休憩の時間をこの時間に当てそうですねてしまう感じですか。はい。はい。すいません。ちょっと平日長丁場をなんか休こう憩を期待されてなんですかねた方にはあれですけど、はい。バンジョーさんもいらっしゃえ、で、来られますかね。大丈夫ですかね。何かお互いの発表を聞いてみたいなところって、コメントだったりだとか、ありますか？これですね。こんなとこ聞いてみたいとか、うんうん実際にメタバースっていう言葉、違う代替案が出てくるっていうのもありかもしれないですし、中でもそのなんだろうな、ディストピアかユートピアかみたいなところが、ね、実際どうなっていくのか、ディストピアにならないように気をつけなきゃいけないところだったりだとかっていうのもあるんだと思うんですけど、そうですね。バンジョーさんもしバンジョーさん今いらっしゃったらちょっと聞いてみたいなと思うのは、はい。その、メタバースにおける身体性みたいなものって、どこに宿るんだろうっていうのが、バンジョーさんその辺すごくいろいろ考えていそうなので、もし、よければ教えてほしいなと思います。いますが、大丈夫ですか？はい、はいぜひぜひ大丈夫ですお願いします。すみません。今、急いで戻ってきたんで。質問身体ですか？身体。そうですね。メタバースにおける身体性って、どこに宿るんだろうっていう。難しいですね。難しいですよね。はい。おっしゃったように、VR と AR 全然違うと私は思っているので、AR、そのナイアンティックとか進めてる AR の方が、実は建築とかと多分より近いと思っていて、そこでは当然生身の身体が起点となって進んでいくので、当然必要ですし、一方 VR の方も別に人間が完全にこの身体を捨てて変質しない限り、やっぱりこの認知、この世界の認知は自分の身体でしているので、やっぱりこっちではこの人型をやってますし、身体は絶対切り離せないですね。単純にホーレンスとか含めて、文字の入力とかも指使ってやったりしていくでしょうし、スマホに変わってですね、まだまだ開拓されていくんじゃないでしょうかね、身体。はい、そんな感じですか。ありがとうございます。なんか逆にバンジョーさんからお聞きしたいこととかってあったりしますか？そうですね。空間をまとうって言ったときに、やっぱり情報とか、周りにウィンドウが出てくるっていうこと以上の面白さがきっとあるはずだと思うんですけど、まさに VR だとアバターが部屋になったりとかできちゃう。アバターの内側に別のメッシュ持っといて、そういうこともできちゃうんですけど、なんかそういう方面でもっともっとなんかいろいろ考えてることとかあったりするのかなって質問です。はい。そうですね。その単純にやっぱりAR 上に何かしらの情報を出すっていうのが分かりやすいその AR の、ありようだとは思うんですけど、やっぱり僕が考える範疇ではあるんですけど、AR って何だろう、その拡張された部分ってどこかなみたいなのを考えたときに、必ずしも現実の世界に、デジタルの情報が重なって、それを AR って呼ぶだけじゃなくて、例えば本当にナイアンティックが今やってるような、例えばピクミンブルームとかで、何かしらのそのポイントみたいなものが、今まで誰も見向きしなかったものが、そこが例えばピクミンで言うと、何かキノコが生える場所になっていたりとか、花が咲く場所になってて、で、その場所がなんかその AR のレイヤーをまとうことによって新しい価値を持って、で、そこが今までとは全然注目しなかったところに、注目が集まるので、現実世界に新しい情報を付加して、現実世界が少し豊かになってるっていうのが、そういう意味でも AR っていうのは面白いかなと思っていて、なので、ちょっと話が
こうそれそうになってきているんですけど、その現実の世界にどう情報を付与していくかみたいなところで、やっぱりその単純にその何かビジュアル的に何か出てくるみたいなことじゃなくて、現実世界にどう情報を付与していくかみたいなところを考えていく必要がやっぱりあるのかなというふうには思います。ありがとうございます。大丈夫でしょうか、番長さん。大丈夫です。あはいりがとうございます。ありがとうございます。身体性ももちろん私も気になるところではあるんですけど、いろいろあって、前職だったりとか、関連するときにサイボーグの関連だとかっていう、仕事についてたこともあったりするので、アバターだったりとかって、現実世界にどういうふうに影響を及ぼすのかみたいなところ、すごい気になるところだったので、お二方の発表と今の質疑みたいなところがすごいとても面白かったです。今、ヨンヘンさんが、なんかツイッターの方でもちょっと、なんか入りたそうにしているんですが、時間的には問題、次の LT。はい、全然問題ないですよ。もし可能なら。もし、なんかすごい話したそうな、せっかくいらっしゃるので。そんなことないですけど。いや、ちょっとまとめていただける。そうです。そう、MMO と、VR ソーシャルとかの決定的な違いってやっぱり身体性にあるなっていうのをずっと思っていて、で、私たちも、アバターをまとうことでどういうふうに体が変容するかっていうのをちょっとずっと追ってきたんですけれども、ちょっとそのことを後でお話できたらなと思ってますっていうだけです。ありがとうございます。洋平さんも、LT もぜひチェックということでですね、はい、楽しみにしたいと思います。お二人ともメインセッションありがとうございました。また、懇親会は、ご参加いただける感じですかね。大丈夫です。ありがとうございます。気になる方はですね、ぜひ終わった後の懇親会にご参加いただいて、また質問だったりだとか、コメントとか、適宜、お二方に直接聞いていただければなと思います。はい、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。では、夏木さん、どうしますか、はい、このままぬるっと始めますか？予定の時間としては何分からなんですか？30分ぐらいからスタートしようかなと思いますが。なるほど。うん。なんかコメントとかで気になったものとかってありましたか？やっていきましょうか。身体性というテーマが気になる。なんかそうですよね。そのバーチャルというか、アバターの中の自分ってやっぱおしゃれしたいじゃないですか。なので、リアルウェアも一緒に販売されてるクロマさんとかっていうのはなかなか珍しかったりとか、するので、ぜひぜひ皆さんも、なんか先ほど、何でしたっけ、私がツイートしてたんですけど、VR、SNS、初めての VR、SNS、で、副題は、なんだろうな、おじさんでもできる、年齢関係なく、みんなで始めてみようみたいな、そういう感じで、せっかくの機会なので、まずちょっと体験してみて、多分一番最初に来るのが、なんか、最初のこのアバター嫌だなって多分思うと思うんですよね。なんかそこのところはちょっとなんか個人的にはどうなのかなと思って、なんかこの間昨日とかも結構一部で話題になってたんですけど、やっぱそのデフォルトのアバターっていうのを使うことによってその選択しないっていう選択をするっていうのもあるなっていうのがあって、それは確かにそうだなと思って、ジェンダーだったりルッキズムの話になってきたりするので、またそれはすごいね、いろんな方にお話お伺いしたいところではあるんですけど、なんかやっぱそのアバターも結構その美少女系ばっかりしかないとかっていう風なところとかいろいろ問題あるなっていう風にはちょっとちらっと見て個人的に思っていて、なんかどっちかっていうと私もディスコードとかのアイコンとかもそうですけど、人間じゃないものを使ってることが多いのでおしゃれしたいとかよりかはなんか脱人間を私はしたいなって思ってますそうですね。例えば、アバターって有機物である必要はないと思っていて、思いますね。別に自分で設計した建築物とかでもいいわけじゃないですか。重機が歩いててもいいわけじゃないですか。クレーンが動いてもいいわけじゃないですか。そうですね。そういう
いわゆる自由っていうところを、いかに捉えるかっていうのは難しいかなとは思うんですけど、なんかまずスタートラインにみんな立ってみようよっていうような、ね、企画をね、したらいいかなと。そうですね。そこの部分も選べるような、ね、場が作れたらいいなっていうのはすごい思いますね。でも普通に作業するってなった時にねハプティクスもそうですけどフィードバックされた時にどう感じるのかもそうだし例えばミキサー車のどこが当たったら手が触ったと感じるんだろうみたいな、多分そういうことをちょっと考えなきゃいけなくなってくるかもしれないですけど、ね、リグとか実際どうなるんだろうとか、ちょっと現実的なことを考えるとちょっと難しいなとか思ってしまいます。今時間になりましたので、皆さん、はい、ちょうどよかったですね。戻ってきましたかね。なんか MC の、なんだろうな、雑談にお付き合いいただきありがとうございます。はい、ではですね、もう4回目になりましたので、もう続けて見ていただいている方は LT の説明いらないかと思うんですが、初めての方もいらっしゃると思うので、簡単に説明だけさせていただきます。LT、ライトニングトークと言います。稲妻のような短時間に実施するプレゼンテーションです。建築情報学会に関する、ことだったりとか、自分が、研究してたりとか、開発してたりとか、目に回りにあったことっていうのを、共有する場として LT というのが設けられています。で、基本的に時間は5分なんですが、今回特別にちょっと面白いメタバースの話とか、身体性とかっていう話が聞けるっていうので、10分に、一部増やしている LT もあったりします。はい。というところで。今回はですね、告知が結構タイトだったのでね。はい。そんな形になってます。はい。本日はですね、LT4 名の方に来ていただいております。はい、ではですね、ヨーヘンさん、いかがでしょうか。早速ですね、LT1 個目で、10分の枠でやっていただいて、今回はですね、バーチャル登壇で、参加していただいております。画面の方をお渡しします。はい。じゃあ、共有切り替えます。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。今出ていますでしょうか。はい。それでは10分間スタートいたします。はい。皆さん、こんにちは。XR デザイナーのヨーヘンと申します。普段はですね、よいしょ。リインベンションという会社で直近では AR アプリを作ったりとか、VR チャット、ブートキャンプで培ったテクニックを活かして、いろんなVR ソーシャルの空間設計を主にしています。で、もともとはメディアアーティストとして、名古屋で細々とやってたんですけど、VTuber で異世界転生しましてですね、70年を超える方々とアバターに関して対話を行ってきました。で、今日いらっしゃってる菅野さんとか、あと建築情報学科の豊田さんにも出ていただいて、改めてありがとうございます。ということで、今回なんですけども、お品書きがこんな感じです。アバターやメタバースについて VR ソーシャルユーザーの外の意見をまとめてみたです。で、中には VR ユーザーとか開発者さんだったら出てきて当然だろうとかって思われるような意見もあるかと思いますけれども、一応 VTuber は聞いたことあるけど、メタバースは知らないとかよくわかんないっていう方のご意見が中心と考えてください。で、ここではメタバースっていうのを身体性を伴うコミュニケーションができる 3D バーチャル空間と仮にですけども定義します。で、VR 空間っていうのは一人で楽しむゲームとかもあるので、ここでは複数人での身体性を伴うコミュニケーションが可能か否かで、とりあえず区別しようと思います。先ほど宇川さんのお話が出てきましたけれども、無限の幻想を共有することっていうのはメタバースの一つとおっしゃっていると、先ほどディスコントさんがお話ししてくださいましたが、私がですね、最近ちょっと思ってるのが、そのメタバースっていうのは、ありたい自分でいるために、他の存在は認めてくださいっていう、今の原住民たちの善意と尊重によって支えられているに過ぎないってことをよく言うんですね。で、そうすると参加者さんが受けて、そういった相互自由があるからこそ、自由なメタバースとかアバター世界があると。で、実名紐付けメタバースのなんかちょっと違うような感じっていうのは、ここにあるんじゃないかということを教えてくださいました。で、この尊重と善意っていうのは、文筆家の柴田恵里さんが書かれている、欲望会議っていう本を、ちょっとイベントがあって、はっと読んでたんですけれども、客観的に見ると、今の VR ソーシャルというか、メタバースっていうのは、結構危うい地面の上に立ってるんだなって気がしてるんですね。で、
でもちろんそれぞれコミュニティガイドライン的なものであるとか、バンシステムっていうのはあると思うんですけど、ちょっとコミュニケーションに対してもユーザーに関する負荷が高いかなというふうに感じています。でちなみにこの欲望会議という本なんですけど、ちょっとタイトルが人によっては、って思うかもしれませんけど、いわゆるSNS 上で言われているポリコレじゃなくて、非常にとても面白い本です。で、21日に加筆された文庫版が出るということなので、よかったらぜひぜひお求めください。でちなみに、先日、柴田絵里さんにお誘いいただいて、女性と性表現っていう回で、ちょっとアバターに関してお話しさせていただきました。で、ちょっと話がそれましたけれども、まず、アバターに関する懸念点に関してです。これ多かったのが、匿名性とフィルターに関することでした。で、匿名性に加えて、簡単にアバターを変えられるとか、捨てられる状況によって、攻撃的になることへの対策がちゃんとあるかということを気にされているようです。で、中にはそういった状況とか、人に対してネガティブに捉えていらっしゃって、匿名性な交流の場自体に抵抗感があるっておっしゃっている方もいます。であとは、姿と名前、それからあり方も匿名性を見ることで発信する情報の信憑性についての懸念があると。で例えば、アバター A の時とアバター B の時で主張が真逆な場合に、両方と付き合いのある親しい人たちっていうのはどっちを信じたらいいのかっていうこととかですね。で、続いてフィルターに関する是非です。これは自分が見たくないアバターに対して見えなくするっていうのは VR チャットとかでもありますけれども、フィルターをかけられた方に対する救済措置が必要ではって意見がありました。でこれはフィルターをかけられていることを知らなければいいっていう問題だけなのかもしれませんけど、多分この方は根本的にフィルターをかけることの是非について多分考えていらっしゃるんじゃないかなって思ってます。ちょっとすみません。ここはイベントの時に時間がなかったので深掘りできてなくて推測になってしまうんですけれども、他には自分にはない別人格を演じることでの乖離性人格障害、いわゆる多重人格の心配はないのかとか、あとフィルターにこれも関連するものかもしれませんけれども、世の中的にイラスト表現がちょっとっていう人がいるのに、イラスト上アバターであるのはノーマスクと同じなのではっていう非常にちょっと興味深い意見がありました。要するに今の私の状態ですね。これがノーマスクと同じだと。で、今のメタバースっていうのは、ありたい姿でいることを尊重するってことが暗黙の民の了解になっていると思うんですけど、こういった意見に対してフィルターをかければいいじゃんっていうのも、なんかちょっと違うような気が個人的にしてます。で、もちろんシステムとしてフィルターっていうのはあってしかるべきなんでしょうけれども、それを積極的に推進するのはなんかちょっと違うかなっていう感じがしています。で、ちょっと暗くなってしまいましたが、期待する点に関してご紹介します。期待点は、アバターの選択によって知らなかった自分に気づくっていうこととか、あと抽象化したキャラクターであることのメリットに関してです。で、まず、どのようなアバターを選ぶかで気づいていなかった自分に気づくことがあると。例えば、フェチ的に何かが好きだっていうようなポジティブなこととか、あと、ネガティブなことだと、差別意識が浮き彫りになるっていうことまでいろいろあります。でネガティブどっちにしろ気づけたってことに対してポジティブ評価をしているという感じです。でこれは人によってネガポジ評価分かれるんですが、アバターで最もクリティカルなのは表情だという意見が多かったです。で抽象化されたキャラクターの方が表情とか感情が伝わりやすくて親しみやすいって意見もあれば、研究者さんの中では逆に生身リアルボディに対して感情が伝わりにくいって意見もありました。でこれはネガティブどっちっていうのは人のどこを見ているかとかイラスト的なキャラクターへの印象によっても多分異なると思いますが、とりあえず今回は期待点の方に入れておきました。で、今度はメタバースに関することです。物理への紐付けと、あとデジタルデバイドに関する問題ですね。やっぱり物理に紐づいた姿を強制されることへの不安があるみたいです。で、あとはこんな感じになってて、ちょっと時間がないので飛ばさせていただくと、期待点としては、
物理とは異なるあり方で生きていく、そういった世界があることに対して全然抵抗感がないって意見が非常に多かったことです。で、今日は時間がないので、ちょっとお見せできないんですけれども、私はよく登壇の時に、V の民たちの声を集めた映像を流してて、それを見ていただいて、こういう人たちは世界があるんだとか、寛容性に救われている人が多いって分かっただけでも、成果みたいなことをいただくことが多くて、ちょっと外交官的な活動をしていてよかったなっていう2021年でした。はい。ということで、メタバースとかアバターに関する配信が、実はこれだけ、後半ありますので、よかったら皆様ご覧くださいということで締めたいと思います。はい、ありがとうございました。お時間前に、はい。すごいいろいろ。はい。前でしたはい、前です。まだあと2分ぐらい大丈夫ですよ。本当ですか。はい。じゃあちょっと宣伝だけさせてください。昨日ちょっとメタバース関連、いろいろ皆さん大変だったと思うんですけれども、恐怖を理解するためにも、緊急でちょっと、専門家さんにネフトとメタバースについてお話ししていただくことになりました。で、この方公立の大学院とかでお話しされている方なので、信頼して大丈夫だと思います。で、他に今日のお話をちょっと VR の民と一緒に考える会とか、あと XR のお仕事についてご紹介させていただく会とかありますので、よかったらスケジュールとか出演者さんに関して私のツイートをご覧ください。ということで、はい。締めたいと思います。ありがとうございました。いや、異世界転生者、初めて出会いました。本当ですか？いいですね。いや、本当なんか人間関係が広がるっていいなって思いました。そうですね。先ほどのね、MC の雑談の中にも出てきたと思うんですけど、やっぱ本当にね、身体性もそうですけど、自分の物理に存在する私のね、姿形とかと紐付けられる恐怖みたいなところとか、強制されたくないっていうのは、やっぱすごい、ね、議論されてる内容でもありますし、まだね、決着がついてないところでもありますし、強制的にフィルターは確かにどうなんだろうな、積極的にそれをしていくのはどうなんだろうなっていうのは、すごいよくわかります。ありがとうございます。はい、ではですね、次の LT に移りたいと思います。はい、ゆうへいさんありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ではですね、上岡さん、お願いします。ミュートになっちゃってますね。OK ですかね。失礼しました。すみません。はい、VR 空間に鏡は必要か、ユーザーの行動計測から見た鏡の効果というタイトルで、歴史大学の上岡が発表していきます。今日はよろしくお願いします。はい。じゃあちょっと5分ということなので早速やっていきます。まず最初私の自己紹介から、今私は電気通信大学大学院というところで博士2年生で VR の研究とかをしています。で、専門はちょっと今、先ほどの話でも触覚とか身体性の話があったので、おって思ったんですけど、触覚を専門にやっています。で、触覚の原理的なメカニズムの解明のところから、インターフェースの開発とか、結構ハードウェア寄りのことをやりつつ、あとは VRSNS プレイヤーでもありますので、なんか、ちょうどさっき Steam の体験時間みたいな6000時間くらいやってました。あと、普段から VR 空間に入って活動したりとかしているのと、あと、今絶賛就活中なので、なんか、その辺の就活関係の話題とかあるとすごく嬉しいです。はい。じゃあちょっと早速本題に行きます。まずそもそも私が VR 空間にどっぷり浸かる中で一つ疑問に思ったのが、結構 VR チャットとか、いろんな VR SNS には鏡がたくさん置いてあることが多いんですね。その鏡の前にユーザーが集まってコミュニケーションを行うっていうことが結構あると。で、この VR プラットフォームでこの鏡を使うことは一体どういうモチベーションなんだろうなと思ったときに、結構現実世界でも、例えば横並びになって会話をすると親密度が上がるとか、あとはパーソナルスペースの問題から、対面よりも横並びの方がいいよっていう話があったりとかすると思います。で、そういったところからこの鏡越しに会話をすることでコミュニケーションが円滑化するのではないかというところは、実は VR 空間でも適用されるんじゃないかというのが、この、最初の疑問の始まりでした。で、この実際に鏡を使うっていうコミュニケーション方法は、いろんな研究でも証明されていました。例えば、今はまさにこの Zoom とかを使っているコミュニケーションもそうだと思いますけど、こう自分と相手を横並びに並べるっていうことを見ることで、
相手との親密度が上がるということが報告されていたりとか、あとは VR 空間でこのアバターを鏡で見ると所有感が増して、アバターをより使いやすくなるっていう話だとか、あとは最近の研究だとこの遠隔会議ですね。で、この遠隔側の人の様子を頂上して、リアル側に頂上して見せてあげると、より会議がスムーズに進むといった、そういった効果が結構期待されている。で、このような効果が VR 空間でも期待できるんじゃないかというのを思って、今回ちょっと調査をしてみました。で、ただ、本当に VR 鏡の前にユーザー集まってるのかということを、まずは最初に調査する必要があると思いまして、実際にやった実験がこの10メートル、10メートル ×4 メートルのちょっと VR 簡単なワールドを作って、で、ここにポスターとミラーっていう2つのオブジェクトを配置したときにユーザーはどっちに向かうのかというのを調査しました。で、これ実験では、VR モードとデスクトップモードをランダムに組み合わせて、被験者の人に、はい、部屋に入ってもらって自由に2人1組で会話をしてもらうと。で、その様子を僕が上から撮影して、後で軌跡を調査するというのをやりました。で、サクッと結果の方を見ていくと、こんな感じでユーザーが動いている様子を上から計測して、それを軌跡データに起こすということをやっていました。で、これを見てみると、最初から結論から言ってしまうんですけど、特に特段ミラーの前に集まるということはなかったです。で、大体このポスターとミラー半々くらい。あとは初期スポーン地点に滞在したまま会話をするということが当たりました。で、個別に行動パターンとかを見ていきますと、最初の滞在、スポーン地点に滞在するパターンと、ポスターに一直線に向かうパターン、それから鏡に向かうパターン、ポスターに移動してから鏡に向かうパターン、4パターンに分けられることが分かりました。これも大体、同じような分散具合でした。で、もう一つこのちょっと興味深かったものとしては、参加方法の違いによる行動パターンというものがありまして、これはデスクトップモードで入ったか、VR モードで入ったかという違いで、基本的に VR モードの人は手を使ったり、身振り手振りでコミュニケーションができるのに対して、デスクトップモードの人はそれがないので、小刻みに体を左右に動かすとか、ジャンプをするだとか、そういった動きによって感情表現をする様子が確認されました。で、VR モードの人は、ちょっと移動して、その場に留まってコミュニケーションしてまた移動するというのが多かったんですね。で、これはもう VR モードとデスクトップモードの両方のそれぞれの組み合わせでも同じように観測されました。で、最後はこの考察なんですけども、結果として鏡をみんなが使うかっていうよりは、一つ確かなこととして VR 空間では、たとえ声が届く範囲でもユーザーとユーザーが近づいて話すと、これはすべての被験者間で明らかにやっていました。これさっきのこのグループでも、隣り合ってる図が奇跡データなんですけど、完全に同期したような動きをしているんですね。で、一部 VR モードを、ヘッドマウントディスプレイを使っているユーザーに特に見られたんですけど、鏡を一部使う人がいるんですね。で、その鏡を使う人に引っ張られてもう一人も鏡の前に行くというのが観測されて、で、その人に詳しく話を聞いてみると、アバターを見た方が安心するだとか、あとは自分がどんな表情をしているか、気になるというのがありました。で、これ現実世界だったら自分の筋肉の動きで顔の表情とかわかるんですけど、多分ズームとかをしていても自分の顔が相手にどう見えているかっていうのが気になる人は結構いると思うんですね。で、それと同じようなことが VR 空間で起こっているのかなというのを一つ感じました。なので、結論としては、VR 空間に鏡を置くか否かっていう結論はまだ出てないんですけども、置いた方が自然、もしくはどの環境においても自分の表情が確認できるようなシステムを入れておくのがより良いんじゃないかなという結論に達しました。で、今後はアバターを変えたら鏡を使うのかっていうこととか、VR プラットフォームの違いはあるのかということを調べていきたいと思っています。ちょっとすみません。あと5分過ぎちゃったんですけど、最後、宣伝で、さっきちょっとヨーヘンさんがちらっと配信のところも言ってたので、ヨーヘンさんもバーチャル学もう参加するこのバーチャル学科に12月18日にあります。私が主催していたやつなんですけど、よかったらぜひお越しください。詳しくホームページをご覧ください。はい、ありがとうございました。すみません、ちょっと。最後、駆け足で告知までありがとうございます。はい。そうですね、今日は5分のそのライトニングトークの後、どうしようかなっていうところなんです。ちょっと強気に行こうかなと思ったんですけど、ちょっと強気に行けなかったですね。すみません、ちょっと。いえ。個人的にすごい興味のある内容だったので、ちょっと思わず聞いてしまいました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、りょうさんの方、お願いします。はい、画面を出します。
今、はい大丈夫ですかね。見えてます。お願いします。はい。りょうと申します。川越の小江戸 VR メイキングと題してお話しさせていただきます。これまで建築のビジュアライゼーションをですね、一筋でやってきている人でして、現在はホロラボという会社に所属しています。で趣味はデジタルアーカイブでして、点群で遊んでたり、フォトグラメトリーで、都市とか建築を生成して遊んでたりします。下に挙げたような建築空間ですね。これを VR、SNS、VR チャットとかクラスターに上げてコンテンツ化して、でそういったデジタル空間の可能性といったことが可能性あるんだろうかっていうのを模索してたりします。で今回はその最新作で川越の小江戸の街並みを VR 化しまして、先日これ公開したものなんですけれども、そのメイキングを紹介したいと思います。メタバースとは何ぞやとちょっともう分からんなんもな状態なんで、タイトルもメタバース的な何かの作り方とあやふやな感じなんですけれども、このフォトグラメトリのワールドをどうやって作ったのかっていうのを話したいと思います。早速、技術的な話なんですけれども、こちらの空間をフォトグラメトリという技術で生成した空間になります。約2500枚の写真と36地点のレーザースキャンから生成してまして、で空間だけでなく、今回、現地の食べ物もフォトグラメトリして食べ歩きできるような空間にしています。で順を追って写真編、レーザースキャン編、VR 編と簡単に紹介したいと思います。で左上のこの画像内、オレンジ色のところが撮影ポイントですね。ここで写真をパシャパシャパシャと撮っていっています。写真撮り合う、隣り合う写真同士はだいたい8割くらいオーバーラップさせながら撮る必要があるので、基本はカニ歩きしながら撮っていくような形になっています。で空間の場合は地面ですね。建築って地面を介して全てつながっているので、フォトグラメトリするときも地面をとにかくしっかり撮ってつながるように撮影するのが重要になるので、こんな形のポールを掲げて撮っています。結構肉体労働みたいな感じですね。体力、筋力が結構必要になります。でいつ撮影しているのかというと、人とか車の通りない時間帯を狙って6時から8時くらいの間で撮ってるんですが、早朝は早朝で結構穴がありまして、朝日が低いんで逆光があったりだとか、晴れてると長く伸びてしまう影。でもそもそもフォトグラメトリするときは晴天時じゃなくて、曇天時が理想ですね。あと何気にこのゴミ出しの時間にかぶってしまうと。ひとまず取っておいて、ゴミ収集後に再撮影したりと。取って、朝の搬入で止まりっぱなしの結構長時間止まっちゃってたりして、翌週にリベンジしたんですけど、また同じ時間にも止まったりするので、結構この辺の罠は潜んでいるので注意ですね。レーザースキャン編ですと BLK360 というので、36地点、これもオレンジのところですね、撮影、スキャンしていってます。で今回、フォトグラメトリーで、合体させることが、目的なので、点群密度はハイですね。これ、ミディアムとかにしてしまうとつながらない、写真とつながらないリスクがあります。でこれも晴れの時は気をつけないといけないのが、コントラストが高いと白飛びしちゃったり、点群の色が白飛びしちゃったり、黒つぶれてしまうことがあるので、HDR 撮影して色調整できるようにしておきます。というような設定していると結構時間が1地点あたり6分くらいかかってしまうんですけれども、36地点だとそれだけで4時間半かかってしまいます。この辺の効率化もできないかなっていうので、ちょっと、無謀なワンオペチャレンジと、レーザースキャンが回っている間にその周辺を写真撮ろうっていうことをやったんですけれども、当然の結論ではあるんですけれども、ワンオペはやめとこうと。そもそも高価なレーザースキャナーが倒れないかっていうのが気になったり、自分が映っちゃうというような問題もあります。で、レーザースキャンを使うときれいなジオメトリーは作れるんですけれども、作図をおろそかにしないということですね。で、ズレのないアライメント結果を得るための一番の近道っていうのは、やっぱり、計画段階からしっかり時間をかけるということが必要になります。で VR 編でいくつか意識したことがあるんですけれども、ここで詳しく話していくとちょっと時間が足りないので、こちら XR 会議、先日開催されたイベントでお話ししていますので、そちらのアーカイブも見ていただけると嬉しいです。でその他の工夫したものですと、こういった形ですね。ガラスのところには板を置いて、ガラスのマテリアル、
あと建物とかのこの端の部分はぶつ切りになっちゃうとちょっと体験の質が下がってしまうので、360度撮影した写真を置いたり。で、テクスチャーですね。これは文字とかは可読できるような形でテクスチャー高解像のものを別撮りしておいたりと。で、音も現地のものを使う。で、川越には博物館あるんですけれども、この辺りで勉強して地理とか歴史を学ぶことで、より愛が増すというか、で VR コンテンツ化するときのアイデアっていうのも結構ここから得られました。で、だいぶすごい反響があって、リアルな現地で行ってみたっていうような声もいただいていて、これが本当に嬉しいところですね。はい、最後になりますが、メタバースの作り方と言えるかわかんないんですけども、こういったフォトグラメトリーの作り方として手順書をまとめたので、興味ある方はこちら参考にデジタルアーカイブチャレンジいただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうものございます。すごい知見がたくさんあって、いいですね。手順書、ちょっと参考にやりたいですね。はい、もうぜひぜひまずはみんなで家の近くから家の近くの公園か何かをスキャンしてみるといいかなと思います。それをね、3D 空間に持ってって、そこの中でみんなでなんか新しい建造物作るとか、ちょっと面白いワークショップみたいなのできそうですよね。ありがとうございましありがとうございた。ます。ではですね、はいありがとうござい LT、最後になります。西村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ちょっと確認なんですけど、はいNT の概要のスライドの14ページなんですけど、ライトニングのスペルが間違ってるんじゃないかなって4回目にしてちょっと気づいたんですけど、いいんですかねっていうところからなんですけれども、はい。はい、どうそれではなんでしょ発表させていただきます。う。はい、お願いします。お願いします。はじめまして、豊橋にあります、愛知県にあります豊橋技術科学大学修士2年の ND3M の西村隆斗と申します。これまでに ND3M はチームとして3回ライトニングトークに登壇しておりまして、今回で4回目の登壇となります。もう聞き飽きたかもしれませんが、改めまして ND3M の自己紹介を少しだけ。私たち ND3M は建築と異分野の融合を軸とし、過去から未来へ時間軸を横断して研究、思考、議論をする学生チームになっております。デジタルデザイン、コンピューテーショナルデザインに関連して、コンペ、エキシビジョン、ワークショップ、実務など幅広く活動しています。詳しくは ND3M のホームページ、または Twitter、あと合わせて建築情報学会ミートアップのボリューム1、2、3のアーカイブを見ていただければ幸いです。前置きが長くなりましたが、今回は私たち ND3M が設計・施工を担当した構造設計事務所オフィスのリノベーションプロジェクトについて、デザインの検討段階、マルチエージェントシステムによるパターン生成とデジタルファブリケーションツールを用いた施工段階、カーフベンディングの観点からお話ししたいと思います。本プロジェクトは木材やアクリル材などの硬い板材を切り替えて曲げるカーフベンディングを用いた帯をまとった統一感のある空間が特徴となっております。帯は棚としての機能を持ちながら光と影が美しい軽やかな空間を演出しており、デスクやサイドテーブル等の住居を含めて立体的にオフィスレイアウトをデザインしています。棚をデザインするにあたっては、私たちが今までデザインの検討時に使ってきたグラスホッパーを使わずにコンピューテーショナルデザインをするという点を目標に、杉原悟さんが開発された IGEO というプロセッシングのライブラリを用いて帯のデザインをしました。アルゴリズムにはグラスホッパーでは扱いにくい繰り返し処理を行うマルチエージェントアルゴリズムと用いています。このような形ですね。事前に設定した帯の視点と終点をランダムに結ぶ経路を決定するための経路探索プロセスになっております。移動距離と進行方向を変数とし、それを終点まで繰り返します。今回、帯は複数本あるため、スタート地点からエージェントとなる複数の点が同時に動いていきます。この時に点が近すぎる場合にぶつからないように離れるといったプログラムを組んでいます。このことにより大きい空間と小さい空間が繰り返され、さまざまな大きさの空間を持った棚をデザインすることができました。こちらが抽出された帯のデザインの一部になっております。このように一度に大量のデザイン検討が可能となり、これらから案を絞っていきました。また、デザインの検討段階では、オフィスの社員さんに積極的に参加してもらいながら意思決定することを目指し、オキュラスクエストを用いた VR での検討、
iPad でホログラムやホロレンズを使った AR 検討も行いました。写真はホロレンズを用いた原寸スケールでの配置検討の様子になっております。社員さんとともにその場で棚板の高さを確認したり、一応実際に動かすなど、デザインの調整をその場で行えるのがメリットとなっておりますね。はい、以上、デザインの検討段階でした。続いて施工段階に移ります。私たちはこれまでもレーザーカッターや CNC ルーターを用いた木材加工を行ってきました。その上で今回は帯をまとう空間を作るにあたってカーフベンディングという曲げ加工を使用し、木材の曲げを実現しました。ここからは実際に成果物を流していきたいと思います。ご覧ください。これが下地の施工の段階の様子ですね。で、実際に作った空間がこちらとなっております。木材の曲げがうまく一体化した施設になっていると思います。実際に光の演出効果もカーフベンディングの穴の中からこのように光が漏れるという特徴になっております。一体的に設計したオフィスデスクはこのようになっており、実際に耐荷重の計算であったり、人力での曲げによって同じような曲げの空間を実現しております。はい。というわけで、今回は、計画段階、マルチエージェントシステムによるパターン生成と施工段階、ハーフベンディングという曲げの技術の使用という観点から、構造設計事務所オフィスのリノベーションプロジェクトについてお話ししました。最後に内覧会の宣伝です。おせし様のご好意により、本プロジェクトの内覧会を12月18日の土曜日に開催いたします。LT の5分では伝えきれなかったプロジェクトの魅力を余すことなくお伝えできると思います。この後にチャットに詳細の書かれた PTX の申し込みフォームを貼りますので、ぜひ皆様遊びに来てくれればと思います。最後の最後になりますが、ND3M は随時新メンバーを募集しておりますので、我こそはという方がいらっしゃいましたら、Twitter などでご連絡お待ちしております。以上、ND3M 西村でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆勤賞、いつもありがとうございます。LT、素晴らしいですね。なんか、ディスコードとかでもね、たまに、このミートアップの後とかに、夜中まで作業トークだったりだとかっていうのをしていただいて、すごい活発な活動、すごいなっていうふうにいつも思ってます。いいですね。内覧会のお知らせは、そのチャットっていうのは YouTube の方、Twitter の方に貼っていただけるんですかね。少々お待ちください。今からじゃあ私が自分で貼っておきますので。すいません。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではですね、締めの方に移らさせていただきたいと思います。はい。はい、この後ですね、Discord の方でですね、懇親会の方、行わせていただきます。ちょっと時間の方、前後するのですが、22時目途で終了させていただければいいかなと思っております。で、今、裏で、これは、かけんさんの方が、会場を作ってくれないかなと。すいません、ちょっと実況で頑張ってて。ごめんなさい。今作ります。はい、お願いします。会場ができるまでちょっとですね、今までご登壇いただいた方々もちょっとまだ話し足りないよとかですね、こういうところ聞いてみたかったみたいなところとかですね、ご感想とかもしあれば、ぜひこの際にですね、お聞かせいただければなと思うんですけれども、何かありますかね。コメントとかでもそうですね、メタバース障害を持っている方も何も問題がなく参加できるという利点があると思いますが、その場合、身体性をまとうことは必ずしも必須要件ではないのではないでしょうかっていうふうな形ですね。まさにそうだと思いますね。他に何でしょう、これに関する身体性、先ほどの身体性の話だったりだとか、そうだな、鏡の話とかになってくると、ハプティクス、フィードバックの方になるのかな。すごいですね。何かコメント。はい。ハッシュタグ建築情報学会でハッシュタグ皆さん検索していただくと、はい、今登壇していただいた LT の方々の資料だったり、リンクだったりがすごい立て続けに並んでいるので、ぜひ皆さん、そうですね。ツイッターでですね、ハッシュタグ建築情報学会で調べてみて、飛んで
いただければいいかなと思います。すごいたくさんコメントいただいてありがとうございます。はい。亀岡さん、何か感想とかご質問とか、なんかこの人に聞いてみたいこととかってありましたか？そうですね。特にこの人にっていうか、よりかはその身体性の話になってくると、その障害の話とかも出てきたので、VR 空間に限らずだと思うんですけど、オンラインコミュニケーション全般について、受け取り手側で情報を調整できるというのが非常に面白い点だなと、私は VR 空間、面白い、やっていて面白いと思うんですね。例えば、結構聴覚に障害がある人だったらボリュームを上げられる、気軽に上げられるとか、逆にちょっと聴覚が過敏な人はすごく抑えるとかっていうことがもう個人レベルで本当に簡単にできる。それは物理空間だとできないので、その自分のスキルと能力っていうものがマッチしているかどうかは結局その環境に適応しているかどうかでしかない。で、その環境側を変えられるのが XR とか VR 技術の面白いところだなと思うので、なんかその辺の障害っていうのは非常に面白いキーワードになり得ると思いました。ありがとうございます。では、懇親会会場の方が出来上がったみたいなので、順次移動していきたいと思います。はい。こちらの配信の方は、そうですね、今5分なので、10分ぐらいまでこの QR コードの、Discord への招待を貼っておきたいなと思います。で、順次、登壇された方、視聴された方、皆様はですね、Discord の、懇親会場の方へご移動ください。直接感想ですとかね、こんなこと聞いてみたい、あんなこと話してみたいみたいなことを懇親会場にてお話できればなと思います。懇親会場は一応公式では10時、22時までの開催を予定しています。次回のミートアップはまだ未定なんですが、近々で開催できればいいなと思っています。そうですね。一番初めの方にも、冒頭の方に告知させていただきましたが、建築情報学会のジョブフェアや、学生に対する学生のレビューですね、大会とかも順次企画して発表していきますので、ぜひご視聴、ご参加の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい。次回ミートアップのテーマも募集中です。そうですね。こういうこと話してみたいとか、自分もこういうことで発表してみたいみたいなのがあればですね、ぜひ、懇親会場でお話しいただいても構わないですし、ディスコードで雑談のゆるふわ雑談チャンネルかなにもご投稿いただいても構わないので、ここにいるメンバーとかにリプライしていただいても問題ないので、ぜひぜひコメントいただければなと思います。はい。それでは今日皆さん、ご視聴、ご登壇いただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。